ニューファンドランド島に移住して早3年の月日が過ぎた。どこかに移住して3年目になると、日本人はだいたいこれが作りたくなる。そう、それは味噌。ね、移住したことある人ならわかるよな。だいたい3年目なんだよ。大豆注文しようって思うの。大豆。そんなわけねえだろって思った。そんなわけね。3年目に大豆注文しようってならないで、普通。どこに移住しようと作りたいと思った人だけが作るよね。大きめの鍋に大豆を移して水でガシガシ洗っていく。軽くふざけてから急に普通の話になるパターン。やはりこのパターンはやめられない。水がだいたい透明になるくらいまで数回洗う。そしてたっぷりの水を注ぐ。水をたっぷり注いだらそのまま24時間以上放置。なんとなく冷蔵庫へ。よし、原田っす。原田食堂かと思った原田ハウスですなんかね、原田食堂と原田ハウスってなんかジャンルが違うから分けたいっていう、なんかすごく分けたくなっちゃって分けたんですけど、やっぱり一緒にしようかななんかね、ジャンルを分けた瞬間やる気が全くなくなってしまったんですよね。はい、どういうわけか。だからちょっと分かんないです。やんないかもそれか原田ハウスでやっぱりこうたまにやるかみたいな、ちょっと分かんないです。僕ね、やっぱねリノベーションに特化してるわけじゃないんでね、考えてみたら原田ハウス僕なんで、僕の生活なんでね。そうだから別にリノベーションのチャンネルですよっていうわけじゃないんですよ。そう、そもそもがね、だからジャンル分けなんてする必要はなかった。だって僕この動画を始めた時はちょっとベイビーだっつって赤ちゃんのさえ使ってりゃもうバズるっしょみたいな感じで始めて全然バズんなかったんですけどね、ベイビーチャンネルだったからね、これ始めた時そうですよ。そう思うと原田はジャンルをコロコロ変えている。でも何が変わってないかといったら原田が変わってない意味わかんないか。はい、味噌作ります。3回目ぐらいです。覚えてないけどよくね。はい、なんで今洗った大豆を冷蔵庫入れましたね。1日目はねこれだけなんでやることないんですよ。もう待ちます。なんで続きはまた明日ということで失礼します。原田ハウス。次の日になりました。浸しておいた大豆ちゃんもレディーのはず。バッチリ膨らんでるっぽい。すごい量。水を切ったら今度は煮るために水を注いでいく。別に浸してた水をそのまま使ってもいいんだけどね。そういうの忘れてて水全部捨てちゃったね。水をひたひたにしたらここから煮ていく。はじめは強火で沸くまで待つ。お湯が沸いたら少し火を弱めて余計なアクを取っていく。うちの今の換気扇、前に使ってたやつは掃除していた時にそのままぶっ壊れて使えなくなった。今回のポイントはこのケーブルの取り付け方。あえてくねくねに、見せたくないはずのケーブルをあえて見せるというモダンアート。はい、あと3時間くらい煮込みます。原田ハウス。ほいっす。味噌作りやってます。今ですね3時間半くらい大豆を煮たところですね。
これでいい感じに味噌が煮れてればですな、この大豆ちゃんがもう全部柔らかくなってると。大豆が柔らかくないと味噌はうまくできないって。でこの硬さチェックの基準がですね、大豆普通に潰すんだとこれね力入って簡単に潰れちゃうんですけど、この小指と親指っていうのはなかなか力が入らんのですよ。それで潰れるくらいの硬さ。潰れねえ潰れねえやつがいるそうでしょ。もう一回あ、ほら潰れるでこうなる。なんだ今の潰れなかったんだ。結構な量なんで失敗したくないんですよね、とにかく。まあ大丈夫でしょう、やりましょう。はい、火止めて今からこいつを潰して塩と麹と合わせていきます。これです。原田ハウス。こちらが今回使う米麹たち。都麹と山和、よくわかんないけどこの2種類を使う。なんか塩と麹を先に合わせとくといいって聞いたので、そのやり方でやってみる。今回の味噌作りの分量は塩 850g で、乾燥大豆はあれ 2000g で、この米麹 2100g、 それでいきます。なんかちょっと違うよね、やっぱわかんねえか、これ違い。都山はちょっと違う。米の種類が違うんだろうね、きっと。こっちはね国産なんだよ米が。でこっちはね国産じゃない米が。混ざらないので、麹と大豆の割合でだいぶ味噌のタイプが変わってくるらしいんだけど、今回は半々くらいなんで普通の味噌だね多分。普通がよくわかんないけどね。煮た大豆を少し冷ましたいので煮汁を切る。この時に少しだけ煮汁を取っておく。後で使うかもしれないからね。水を注いである程度触れるくらいまで大豆を冷ます。ちょうどいい温度があるっぽいけどよくわかんないのでその辺は適当。おいっす。大豆はね熱いと潰すの大変なんで、確か熱すぎる状態で麹たちと混ぜるのも確かあんま良くないんだと思う。なんでちょっと冷ましました。すげえ量なんで何袋かに分けて潰していくんですけど、日本いたら味噌とか作んないっすよね。だって美味しい味噌いっぱい売ってるもんな。その点やっぱ海外に住んでる人は結構味噌作ってる人いるかもね。わかんないけど、みんな結構外国に住んでると日本のもの恋しくなるでしょうって思うじゃないですか。まあ確かにないものはないんですけど、まあ割と手に入りますよ。だって醤油とかこっちのコンビニエンスストアに普通に売ってますからね。まあボナビスタにはないけど、少なくとも BC に住んでる時はセブンイレブンに醤油とか置いてあったもん。味噌作りやろうと思ってね、この大豆買ったの3年前だからだから賞味期限めっちゃ切れてます。関係ありません、乾燥大豆はきっと。ただ麹に関してはねちょっとね不安なんですよ。麹は古いの使わない方がいいっぽいんで、都麹は問題ないんですけど、小分けされてた袋の麹はちょっと古いんですよね。さあこいつを潰していきます。では袋に小分けした大豆を潰していきますが、めっちゃ袋破れてるぞ。入れすぎたなこれ、確実にマジかよ、だるいぞ。なんか違う方向に切り替えたい。はい、さあ作戦変更します。一瞬で袋が破れるのでマシンを使う。ただ小さいのしかない。これで砕いていく。そう実はですね
これね、過去にも何回も袋でこう潰そうと思って一回もうまくいったことがない。でもね、大体味噌作りの動画とか袋に入れてパンパンって叩くんですよ。すごい強い袋でやってるのか、これまあちょっと入れすぎたのかわかんないけどね。もうね、いいよ、これ使うよ、マシンを。ちょっとずつしかできねえ。そうなんです。袋で叩いて一度もうまくできたことがない。なんですぐにマシンに切り替える。こういう切り替えの速さが大事って思ってる。本当は瓶で潰したかったけどね。まあしょうがない。ちょっとめんどくさいけど、数回に分けてこうやって潰していく。ちょっとじゃね、スーパーめんどくさいぞこれは。でも袋に入れて全部叩いて潰すよりは確実に早いし楽なんじゃないかな。どう思う？どっちでもいいか。てかそもそも味噌なんて作んねえよっていう人がほとんどか。よーし、だいぶ終わりました。だいぶ終わったんですけどまだある。でもね、これはね、もう袋これ少ない。最初の袋が破れた原因はやはりね、許容量オーバーね。そのうまく破れないように叩くやり方があるんですよ。だってじゃなきゃおかしいでしょ。あまりにも叩いて潰すっていう人が多いから、多分なんか引いて叩いた方がいいんだけどね。すいません。さあ、こうなるからなんか引いた方がいいんだな、きっと。分かったよ。これでやれば破れないんだ。正しいやり方だこれが。ベターだね。なんかこの方が味噌作りしてるって感じするよな。なるほど。握るのは分かりましたけど、結構大変ってことだな。はい、マシン使います結局いや、マシンだろうって全然潰れてないところいっぱいあるもんはい、そういうことか。はい、おすすめはマシンですね、完全に。よし、全部潰し終わりました。これでこれから麹と塩と大豆を合わせていくと。シンプルで簡単ですけどね、時間がかかると。ちょっとこれ素手でやるのなんか微妙なんでグローブ使うっす。潰した大豆と麹と塩を合わせていきます。そろそろ終盤。やることはシンプル。ただ量があってちょっと大変ってだけかな。あとでっかいボールがあったらもっと楽だったよね。トゥーマッチだよ。これ量が多かった。あれかな、ちょっとこっちに移しといて、これでいっぱい混ぜてそれでやるっていう方がいいのかな。どう思う？そうしよう。ちょっとこっちに移しといて。なんか味噌作りにおいてのなんか煮汁を入れるか入れないかっていうのもその賛否両論いろいろあるみたいで、僕は今回はちょっと入れようかなと取っといたんで。どれくらい入れようかな。200ミリくらい入れる？多すぎ？ 100 ミリくらい入れる？ 200 ミリくらい入れていいだろう多分。入れる。正直煮汁効果あんまよく分かってないけど、確実に混ぜやすくはなるし、豆を煮た汁だから栄養は高くなんじゃないという僕の認識。よく分かりません。はい、まあいいでしょう。こんなもんで分かんないですけど、ちょうどいい硬さなんじゃないですか。これでいきます。これでまあよくあるやつですよ。この味噌団子作って、味噌団子っつうんだっけ、味噌玉だっけ、これ作って、こいつをこれね、消毒したバケツっす。こいつで味噌を熟成させるんで、このバケツにこ
うやって入れていく味噌玉、空気を抜く、そして叩きつける。つい、いいね、美味しくなる。じゃあ面白いですよね、熟成させるっていうのは。待つ、これで美味しくないのが出来上がった時のショックったらもう、まあ今んとこ自分で作った味噌失敗したことはないんですけど、なんか少ない容量でちょっとやった時失敗したから一回。これが味噌作りのメインイベントと勝手に思っている原田です。味噌玉作る、叩きつける、空気抜く、それです。リズミカルに、このリズムが味噌の熟成具合に影響してくる。リズム感のない人は美味しい味噌は作れない。おいっす。ようやくね、これできました。ここにまあキッチンペーパーみたいのを、クッキングペーパーかみたいのを貼っての、そこに空気が入らんようにラップを使いの、はい、そこにちょうどいいのなかったんで、このプラスチックの蓋みたいのをこの重し代わりに帰ってきた。すげえタイミングでキッズが帰ってきた。何それ？よ Is that Trump? おかえり。味噌を仕込んでんだね。それ。おかえりにたくん、味噌だよ。キッズに味噌興味なし。はい、ここにですね、なんか石でも乗っけといて、だからこの重しをこうやってすることによってこう空気をこう逃がすというか、触れさせにくくするイコールカビが生えにくくなるということなんですけど、石ちょっと取ってこいかな。石なんか探して、拭いて、これ入るんだ。あーギリギリでも入る。よし、こいつを入れといてですね、なんとなく重しにしとくと。よいしょ。はい、さあ、よし、はい、できた。ちょっと見ますか。おいっす。これが仕込み終わった味噌です。これ石のっけて、あとはもう待つだけですね。でこいつの蓋、これもさらに閉める。はい、できました。あとは待つだけだから、あと待つだけだから約1年すごいよね、待つんだよ1年。でもまあちょうどね、今年は年末からね長期で日本に帰るので、ちょうど次の来年の秋とかに帰ってくる予定なんで、僕はねその時に味噌できてんじゃないでしょうか、うまくいってれば。はい、なんでこの子はこっちに、なんか大体このなんか台所のシンクの扉のところに味噌って仕込まれてるイメージじゃないですか、一般家庭だと。うちの母親はそうでしたね。はい、以上です。原田の味噌作り編。あとは待つだけ。とりあえず出来上がった時にまた思い出して紹介したいと思います。今回は以上です。それではまた次のプロジェクトでお会いしましょう。失礼します。